はい、皆さん、こんにちは。天野聡です。今回はブロブ入りエレクトロランプをご紹介します。この間の公式イベントにおいて、サンドマンデッキが大活躍してくれたので、今回も使わせていただきます。イベントは惜しくも準優勝となり、僕に投票をしてくれた方にバリアントを配れなかったのは残念ですが、日本人の強さを見せることができて嬉しく思っています。3回行われた予選ラウンドでは全16人中1位を獲得することができました。これはもう純粋に嬉しいですね。というのも第2、第3ラウンドでは対戦相手がほぼ全員ロキデッキを使い始めたんですよ。そこにサンドマンがぶっ刺さったわけですね。自分でもデッキ選択が良かったなと思います。それではブロブの解説に移りましょう。6コストパワー4、公開時自分のデッキをこのカードに融合する。その合計パワーが加算される。永続、このカードは移動できない。自分のデッキに残っているカードを全て吸い込み、パワーが加算されます。デッキの枚数が0枚になるため、相手のダークホークのパワーを0にすることができます。また、カード1枚に対するパワーは全カード中トップクラスであり、そのパワーはデッキに残っているカードに依存するので、相手にパワーを計算されづらい点で優れていますね。上級者になると相手の手札から出る最大パワーを計算して、たとえインフィノットが出てきても負けないだろうといった予想をするのですが、ブロブのパワーを計算するのは非常に難しいため、相手の計算を狂わせることができます。注意点としては、永続効果がついている関係上、サウロンを使うと公開時効果まで消えてしまいます。またブロブをローグで奪った場合はブロブの公開時効果が発動します。それとブロブは構築に悩みがありまして、ブロブに寄せすぎてデッキに高パワーカードを入れまくるとデッキ全体のバランスが悪くなってしまい、ブロブを引けなかった時やブロブを出すまでの動きが弱くなってしまいます。あくまでブロブは高パワーカードの1枚であり、主軸にするようなカードではないのかなと思います。例えばトリビューナルデッキにてただの高パワーカードとして扱ったり、サノスと共に採用して低コスト帯をインフィニティストーンで補ったり、ロック上デッキで採用する手もありますね。今回使うデッキはこんな感じです。高パワーとなったブロブをアーニムゾーラでコピーしたり、タスクマスターでパワーをコピーしての勝利を狙います。このデッキもブロブが主軸なのではなく、ただの高パワーカードとして扱っています。勝ちパターンとしては、ブラックパンサープラスアーニムゾーラやブロブプラスアーニムゾーラ、ドクタードゥームプラスオーディン。札の中から一番強いコンボを選びましょう。ゾーラ用に何もプレイしないロケーションを1つか2つ用意しておくとスムーズにコンボを決めることができます。1つしか開けていない場合はコスモで簡単に狙われてしまう点に注意しましょう。ゾーラがなければオルカに頼るのもいいですね。結構簡単で強いデッキです。3ターン目にエレクトロかウェーブが引けなければ撤退してしまっても構いません。撤退の判断が簡単なところも使いやすくていいですね。ということで早速対戦していきましょう。さあ1戦目やっていきましょう。今ブラックストーン城が品質ロケーションなんですよね。いやーブラックストーン城取りてー取りてーですが2コスが引けず、相手のエネルギーが1プラスされる。と思ったらここでプロジェクトペガサス結構やりたい放題できそうですが、しかし何を出すべきなのか。サンドマン、いやオルカで左を取るのが正解でしょうね。これは回想であれば次ターンサンドマンが出せる。プロフェッサー X。 これでブラックストーン城は俺のものだブロブゾーラっていう感じではないので、引いたカードで考えるっていう感じでいいのかな。相手3スポのパワーなんとか上げようとしてますね。ガモーラされてもいいように右ブロブとかなのかな。デッキに残ってるのがドゥームウェイブでパワー10だから、アーマーとエレクトロで15かな。19まで上がります。 OK で左あと1エネルギー余らせれば勝ちっていうとこなんですけど、そしたらハルクが出ないじゃないですか。ハルク出ないっていうことはもうタスクマスターで勝てるだろう。いやそれシャンチーだったらやばいけど、シャンチーあれでも勝ってるわ。
でもサンドラのパワー読んで勝ってるぞ。これはオルカでブラックストーンズを取る判断が良かったですね。さあ2戦目、今回はウェーブありますよ。ブロブゾーラの手もありますね。クローン培養タンク、クローン培養タンクでもいいか。ブロブコピーしてな。悩ましいねこれ。どうしよう。だったら相手ダークホークだったら嬉しいな。ブロブで勝てるぞ。ブロブあ、ダークホーク出たー。あれじゃあブロブ最後の方いいか。でもね、下手にリスク背負うとシャンチーで負ける可能性がちょっと出てくるんすよね。いやー、ここはもうリスク背負わないな。これは相手撤退ですね。うおー。すいません。あ、タスクマスター手堅く2キューブ取りましょうや。もう本当にどうしようもないってこれ。いや、デッキ増やしてもパワー4から2。ちなみにこのパワー22のタスクマスターでタスクマスターをコピーしても22にしかなりません。シャドウキングからのシャンチーだったら負けていた。危ねえ、意外と危なかった。ワンチャンあったの怖すぎるんだけど。パンサーゾーラはありますよ。ダークディメンション面白。そこにパンサーゾーラ隠してもいいっすよね。ルームパンサーゾーラとか。そうするかとか言ってさ、アライオス出てきたらやばいけど、でもザブーだからアライオスはデッキに入ってないと思うんだよな。何ですか。おー、それはヘラなのかトリビューナルなのか。なんでザブーが入ってるんだ。ゴーストライダーとかその辺をザブーで使おうっていう感じなわけ。スウォームとか出てきても嫌だしな。まあスウォームがデッキに入ってるかどうかわからんが、ファンドマンいっときましょう。でパンサーゾーラ、これだけで十分強いですけどね。モードックヘラみたいに言われると非常にいやらしいのですが、さすがにパンサーゾーラの方がパワー高いっすよ。モンスターメトロポリスなんでこれは勝機あります。 OK、 アライオスではない。 OK、 OK。 16になりますからね。モンスターメトロポリスの効果で19にまで上がりますので、これは勝ちですかね。ドラキュラで捨てるのアーマーなの。まあ関係ないけどね。それでは勝っても負けてもこれで終わりにしましょうか。もう何が何でもブロブゾーラするか。エレクトロかウェーブ引いてくれ。ブラックストーンズ、なくなっちゃった。ヘッドワンション。エレクトロかウェーブ引いてくれ。エレクトロ、しかもカマルタージ、面白いね。ブロブゾーラした後右ドゥームとかできるじゃん。面白い。ただデッキの中そんな強くねえな。タスクマスターがねパワー0なんで、パワー高いのがオーディンとあとウェーブぐらいか。なんで、うわー、それ困る。いやマジか21ではいけるんだけど、これゾーラできねえ。お、移動しねえ。プロブリフレストで移動しねえ。強すぎる。じゃあアーニムゾーラしましょうよ。うわびっくりした。プロブの移動しない効果役立つことあるんだ。
いやー、シャンチーはやめて。お、シャンチーじゃない。これ右ドゥームあるっすよ。これどうすかいやー、ビフレストで移動しないの面白。これどうよ。いや、いけそう感ありますけどね。どうでしょうか。相手もブロブ40ぐらいになる。50すごっ。あははいや、サノスのブロブほんとすごいんですよね。まあでもこっちの動きの方が強かったな。はい、いかがでしたでしょうか。ブロブもなかなか面白いカードですね。サノスと組み合わせた時のインパクトがすごいので、試してみて調子が良さそうなら動画にしようかな。ということでご視聴ありがとうございました。